交通事故ゼロに向けやれることをやろうよと。交通事故、町との連人がですね、もっとこれ7歳突出しています。あ、引かれる。引かれた。こんなんだったんだ、ちっちゃい頃。じゃあ沖縄の中でここが一番事故が多い場所。ダントツで事故が多い場所。だいたい 60% ぐらい事故減ってまして、半分以下。今回のトヨタイムズニュースは交通安全に関してトヨタと仲間の皆さんの取り組みをご紹介いたします。今日これから第3回となります立科会議が始まります。交通事故死傷者ゼロへ、自動車メーカーのトップらが企業の枠を超えて思いを共有する会議。この立科会議はトヨタにとって特別な日に合わせ開かれます。自然豊かな立科山に佇む昇光寺。全国交通安全事業安納。このお寺は交通事故で亡くなった人への慰霊と事故撲滅を祈り、1970年にトヨタ自動車と販売店などによって建立されました。毎年7月にトヨタグループ、販売店、自動車業界各社のトップらが集まり、交通安全に祈りを捧げる夏季大祭が行われます。今回は55回目。交通安全看板ボード。灰の上を素足で歩く火渡り。境内に並べたろうそくに火を灯す万灯供養へ。豊田章男会長ら全員が交通事故犠牲者に鎮魂の祈りを捧げました。これより立科会議を開催いたします。夏季大祭に合わせ2019年に始まった立科会議。交通事故による死傷者ゼロに向けた議論や仲間づくりが進められています。3回目の開催となった今回は、スズキやスバル、マツダといったメーカーのほか、サプライヤー、保険会社のトップらおよそ80人が出席。はじめに進行役を務めるモータージャーナリストの岡崎さんから交通事故の現状について報告が。結構交通事故減ってきているんですね。でピークは、1970年ですね。死者数16,765人の方が交通事故でお亡くなりになりました。その時と比べればこのように今6分の1以下にまで減ってきています。これは非常に誇るべきものだと思いますが、一方で2020年以降ほぼ横ばいになってしまっているんですね。現在交通事故で亡くなる人は国内でおよそ2700人、世界では年間119万人もの人が犠牲になっています。しかもですね、これ若年層が非常に多く亡くなっているんですね。この若年層の中では死亡率、交通事故が第1位です。国内の交通事故の被害状況では、歩行中と自転車乗車中の事故が高止まり、死者数は60代以上が多くを占めているのですが、意外な事実が明らかにされます。ご覧のように、これ10歳から19歳9歳以下ですね、子どもたちすごく少ないんですよ。じゃあこれ何もしなくていいのかっていうと、決してそんなことはないというのがこのグラフに
明らかにはっきりと現れています。これ7歳小学校1年生ですね。でこのグラフを見ると突出しています。これは交通事故による死亡者数ではありません。これ怪我を含めた数なんですけれども、これだけの子どもたちが自動車事故交通事故によって大怪我をしている、中には亡くなっている方もいるということで、ここのピークを見るとどうでしょう、高齢者と比べてもより大きい事象になっています。事故が多いのは小学校入学直後の1年生や少し慣れてくる2年生の4月から5月。急な飛び出しや大人には予想がつかない行動が事故の多さにつながっているようです。自動車メーカーのトップからはこんな声が。7歳のあんなピークがあるっていうのは今回初めて知ってですね、そういうところにどれだけ我々がしっかりと手を打っていくかということなんですけども、例えば時期的には入学直後で、それからやっぱり我々いろんなその街のデータを持ってますので、損保の皆さん方だとか、それから警察だとかから我々も人流だとかその車のいろんなデータを持ってますんで、どこが一番事故が起きるのかっていうリスクマップを併せ持ってですね、ピンポイントに小学生にきっちりと啓蒙活動をやっていくってことが多分これから大事になってくるんじゃないかなっていうふうに聞いてて思いましたんで、やっぱり人がですねもっとやるべきことあるんじゃないのかなと。そういう意味では、豊田会長が愛車ということを言われてますけども、愛人ということでですね、もっともっといや変な意味じゃないですよ。人としての思いやりだとかね、気遣いっていうのをもっともっとやっていくべきなのかなと。そういうことによって車ではできない、インフラではできないっていうところがもっともっとできるんじゃないのかな。立科会議で大切にしているのは車の進化、人への啓発、インフラ対策、三位一体となっての取り組みが必要だということ。今年は今できることとして人の行動変容を促す取り組みを議論しました。ウーブンバイトヨタの熊部 CEO からは、人中心で交通安全を考えるをテーマに交通事故ゼロ社会の実現に向けたウーブンシティの取り組みが紹介されました。ウーブンシティはさまざまなモビリティを生み出し試すテストコースです。ウーブンシティは豊田会長の安全は車、道、人の三位一体で確保されるべきものであり、ウーブンシティはそのためのテストコース。人中心の街を作らない限り本当に安全な自動運転は作れないという強い思いをもとに実証開始に向けて準備を進めております。ここでウーブンシティで検討している三位一体の実証事例を一つ紹介したいと思います。ウーブンシティの歩行者側の信号は基本青。車が近づいたタイミングで青から赤に変わるシステムを導入しようとしています。こうすることで赤信号で歩行者が道を渡るというルール違反が減るかもしれません。さて、この立科会議、議論を行動につなげる枠組みとして2023年には分科会が発足しています。立科会議の分科会が2年前に発足しまして、今やですね、その交通事故を少しでも減らそうと日本のみならず世界各地でいろんな活動が行われているんですね。で、今回立科会議に合わせてどういった活動をしているのかという展示をこの部屋で行っているんですね。例えば高齢ドライバーにはどう働きかけているのかとか、自転車利用者にはどうしているのかとか、またいろんな取り組みをしているよっていうようなことを行っているという紹介をされているんですが、ちょっとここだけ異色といいますか、体験できる感じですかね。はい、そうです。これはどういったものなんですか。はい、こちらですね、交通デジタルツインと呼んでいるプロジェクトの、デモンストレーションになります。デジタルツインとは、デジタルの世界と現実世界をつなぎ合わせるもの。このドライビングシミュレーターでは、愛知県豊田市の実際の事故多発地点をリアルに再現しています。これ分かりにくいな、すでに
見通しが悪い中右折するタイミングを見誤ると目の前に歩行者の姿。今度は右折するタイミングを測っていると、対向車だけでなく横断歩道にも注意しないとね。これ何ですか？ナビが話しかけてきたんですか？車が話しかけてました。今右折待ちで余裕がある段階の時に、対向車もだけど横断歩道もねって言われたら、今どういう行動しました？自然と見ましたよね。ほら、かもしれない運転が自然とできたんですよ。こういうことをできるように我々今技術開発してます。単純なのに効果的。素晴らしい。さて続いては、こっちは何ですか？これは児童文化会の取り組みになりまして、7歳児の死亡事故を減らすためのコンテンツになります。会議でも指摘された7歳児の事故を減らしたい。子どもたちが身近な場所での事故の危険を学ぶプロジェクションマッピングによる体験です。周りを確認せずに歩いてしまうと、こうやって見えるんだ。引かれる。引かれた。でもすごい分かりやすいですね。やっぱり立体ものすごい立体感があるんで、車がちゃんと近づいてくるし。そうですね。それを 3D メガネで、実現しています。でここで事故っちゃったらこれはダメなんだっていうので、で親子で例えば最後にこの動画を後で見ることができますので、振り返りをしてもらってどこに注意したらいいですかっていうことを親子で認識してもらうのをやってます。すごくいいですね。これをぜひ体験してほしいですね、子供たちに。そうですね。さて立科会議の後半にはパネルディスカッションが開かれました。私もパネリストとして参加。まず警察やメディアの啓発により信号がない横断歩道で一時停止をする車が増えた事例を紹介。マスコミの報道が人の行動を変える可能性について意見を交わしました。例えば煽り運転とかですね、ながらスマホとか飲酒運転みたいなものっていうのは報道を通じてこういうひどいことやってますよねっていう報道が進んだことによって、抑制が明らかに進んでいると、メディアがどう受けてそれを広めていくか、人の行動変容につながるような報道ができるんじゃないか。つまり交通安全に、寄与する報道って、一回考えてみませんか。これもう成功事例の代表格だと思うんですよね。これに関して安倍審官はいかがでしょうか。世の中に対するインパクトみたいなところどういうふうに捉えていらっしゃいますでしょうか。ご指摘の通りといいますか、報道を通じてですね、行動変容を促す一つの非常に典型的なケースかなと思っています。日本の場合非常に歩行者が巻き込まれる事故が多いということで、こういう横断歩道での一時停止っていうのは警察もかなり重点的に取り締まっておりますし、広報啓発も行ってます。だからテレビの報道の場にいらした富川さんはこの交通事故報道っていうのは当然ニュースステーションでもやるし、新聞等々でもやるんですけれども、これはどういう位置づけとしてこの事故報道っていうのは扱ってらっしゃってきたんですか。現場に行ってその場の状況を確認してどういうところが原因だろう、事故を起こしてしまった人、事故の被害者、それぞれ話を聞いて二度と起きないようにっていう思いでは伝えるんですけれども、ラインナップということを考えた時に、特に情報番組なんて派手な映像じゃないと視聴率取れないっていうところもありますし、放送時間に限りがどうしてもあるので、どうしてもそういう見た目が派手でみんなが視聴者が食いついてくれるような内容を先に持ってくるというガチなんですよね。またこんなデータが紹介されました。乗用車の後部座席のシートベルト着用率が一般道では5割を切っていること、こうした実態も事故被害の背景にあることを事故が起きた際の報道で伝えられないのかという問題提起が。そこ難しいのが、ですね、報道するときに被害者がシートベルトしてなかったとか、
チャイルドシート載せてなかったっていう悪者になっちゃうっていうところが、誹謗中傷が多い世の中で報道側として言えるかどうかっていうと言えないんですよ。そこがすごく難しいところ。それ言おうとしたら相当な覚悟を持って言わないといけないことなんでしょうね。今ねやっぱり善悪の話になってしまうっていうのは、すごくやっぱりハッとするんですけれども、じゃあ今日の議論の原点何だったかっていうと、車だけを悪者にしててもう減らないよ、人が行動変容しなきゃいけないっていうことは人が批判されるってことなんですよね。当然今までのやり方じゃダメだよ、それはシートベルトしないで車に乗ってたらあなた死ぬのは当たり前ですよって言われる世界にならない限り人の行動変容はできないんですよね。だからそこの批判を、被害者を叩くのかというその感情論でやるのではなくて、我々が目指すのは自己ゼロ社会である。自己ゼロ社会のためにはたとえ被害者であっても批判されるべきことは批判されるっていうことをスタンダードにしていかない限り多分治らないというふうに僕は今とてもね示唆に富んだお話だったんですけど、僕はそういうふうに思いました。被害者に寄り添いながらも事故の背景や要因を掘り下げることを通じて一人一人の行動変容につながる可能性が示されました。最後に秋尾会長からトヨタでございます。これ3回目の立科会議、本当にいいものになってきたなと思います。本当に皆様方の業界を超え会社を超えこういう方々が集まっていただき、冒頭岡崎さん言われたように1年に1回この立科山で本当にこのお立場の方が安全に対してだけいろいろ自分の知見をシェアしようじゃないか。今回は警察の方も来ていただきました。本当にその中でですね、自分ごとで考える必要があるなということを本当に学ばさせていただきました。7歳の私は孫がおります。私は来年から70代になります。770の自分ごと、というのが一つ頭に入りましたし、もう一つは、鈴木さんの愛人ですね。愛人なんといってもこれ人中心、交通事故ゼロにするためにはやっぱり人も間違えたことは直そうよと、被害者云々の前に、みんなで自分ごとで、交通事故ゼロに向け、やれることをやろうよと、とかくですね犯人を探したがります。私などはトヨタ自動車の謝罪担当でありますので、犯人がメディアを見つけたいという時は必ず私が出てまいります。で私が出てはい犯人自首しましたってやるとですね、結構現場落ち着きますし、そこで本質の話になってまいります。でもこの交通事故を減らすには犯人を探すことも必要なんですが、それよりも、皆さんが本当に自分ごとで考えるきっかけを今日いただいたんじゃないのかなというふうに思っております。本日は誠にありがとうございました。さてパネルディスカッションの中で画期的な官民連携の実例が紹介されました。沖縄県警とトヨタなどが取り組むその名も沖縄ゆいまーるプロジェクトでこれ素晴らしいのはこの結果が極めてですね効果が上がっていると、我々警察の方でもこれ非常に高く評価しておりまして、一体どんなプロジェクトなんでしょうか。沖縄ゆいまーるプロジェクトとはどういったものなのか聞くのはこの方しかいないですよね。社長お久しぶりでございます。お久しぶりです。よろしくお願いします。先日もありがとうございました。先日お伝えしたレンタカーの待ち時間を劇的に短縮した改善の取り組み、今回再びトヨタレンタリース沖縄の野原社長に会いに来ました。で立科会議で、まさに沖縄ゆいまーるプロジェクトが出てきました。でもどういったものなのかわからないので、教えてください。2020年からこのゆいまーるプロジェクトはスタートしてるんですが、それ以前からですね沖縄のやはりレンタカーに関する問題がありまして、以前は観光バスでの団体の観光が多かった時代がずっとあったんですが、ほぼもう今半分以上の
観光客の皆さんがレンタカーを利用するようになってまして、で日本人の観光客だけならまだしもですね、やはりインバウンドもだいぶ増えてきたので、特に交通ルールが違う国の方々がやはり事故を起こすのがですね、件数が多くなりまして、交通マナーが悪いとか、いろいろその事故がやはり多発したとか、そういった問題が上がりまして、自分たちだけでできることには限界がある。そこでトヨタモビリティ基金が中心となり、地域全体で交通安全に取り組むプロジェクトが立ち上がったのです。トヨタレンタリース沖縄、沖縄県警、琉球大学など産官学9つの組織が手を携え、レンタカーを含む車の事故削減などに取り組んでいます。それでは飯田さん、アプリを搭載したお車を準備しましたので、ぜひご体験ください。これが今実証実験中っていうことですか？はい、おっしゃる通りです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。一緒にやっているっていうことですね。そうですね。野原さんと一緒にやらさせてもらってます。ここからはトヨタ自動車のイーさんにバトンタッチ。安全性を高めるシステムを開発しています。私の主な担当としましては、この車載のマルチメディアと言われる、ナビゲーションシステムですね、そちらの方に、お客様に安全を喚起するようなそういったアプリケーションを開発しております。じゃあ普通についてるナビだけども中身がちょっと新しくなってる、そうです。レンタカー用に新たに開発したアプリケーションを、入れさせてもらっております。じゃあ行ってまいります。はい、行ってらっしゃいませ。ありがとうございます。じゃあイーさん一緒によろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ運転席の方に。僕は運転。よろしくお願いします。体験してきます。よいしょ。よいしょ。じゃあこれからですね、安全のために、レンタさんの敷地の中で、急ブレーキ、それから急加速をしていただいて、そうするとこのゆいまるくんから警告が出ますので、それをちょっと体感いただこうかなというふうに思います。この運転見守り機能は沖縄のレンタカー60台に搭載され、一般ユーザーに利用されています。それでは急加速急ブレーキを体感してみます。ベタ踏みの加速、それから急ブレーキっていうのを順番に体感いただこうかなというふうに思います。なるほど。はい。では参ります。レッツゴー。本当だ、すぐ急加速って出た。急な加速がありました。怒られた。優しくアクセルを踏んでみましょう。でちょっとキャラクターもちょっと赤に。怒ってる。ゆいまるくん怒っちゃった。やっぱ優しくないとダメですね。その通りです。人にも車にも。続いて急ブレーキ。さあ、行くよ。気をつけてね。気をつけてね。行くよ。行くよ。せーの。急なブレーキがありました。早めのブレーキを心がけてみましょう。すいませんでしたっていう気持ちになりますね。確かにね。そうですよね。言われたら、ああしまったってなりますもんね。はい、これが赤になってしまって。運転状況を表情で示すことで、単に注意するだけでなく、ゲーム感覚で楽しく安全運転を促します。ただこれだけではありません。次は実際の道路を走ってみます。那覇空港に近い海沿いの道を走っていると、なんかありそうだぞ。ほら来た。およそ400メートル先、追突事故多発地点です。車間距離に注意してください。はい。このカーブが終わった後ぐらい、本当に止まってる。そうなんですよ。おすごいすごい。まもなく追突事故多発地点です。結構事前に教えてくれますね。車間距離に注意してください。ここはいつもだからこうなるんですね。そうなんです。ここも渋滞しやすい上に景色がめちゃくちゃ良くないですか？見ちゃうんだ。そうなんですよ。すごくやっぱ事故急減速が多い場所なんですよね。ここは。なるほどね。
今みたいなアラートを県内で今13カ所設定してまして、県警さんといろいろこうデータをいただきながら、本当に事故が多かった場所のデータをここに入れてってことですね。本当に事故が多かったり、その車のビッグデータから急ブレーキが多いところを分析して、そこまで、で事故のケースだけじゃないんですね。そうなんです。優先順位の高いそういった13カ所をピックして、そういったアラートを出させてもらってます。この危険箇所のアラートは英語、中国語など4カ国語に対応。実証期間を通して事故の削減効果が認められ、日本人で 55%、外国人で 60%、事故件数が減少しました。まもなく合流時接触事故多発地点です。左から来てるんだ。周囲の車両に注意してください。このプロジェクトの特徴はビッグデータを活用したアプローチです。トヨタのコネクテッドカーから収集される急加速や急ブレーキなどのデータと沖縄県警の事故データおよそ30万件を組み合わせることで事故が起こりやすい場所をあぶり出したのです。さらにそのデータを生かし道路環境の改善にもつなげています。向こうに工業団地があるんですけれども、向こうから出てくる側の追突事故が非常に多い交差点でした。で、対策としまして信号機を設置していただくということができまして、事故としては 74% 減少しているというので非常に効果が出ていますし、膨大なデータを分析し改善の手助けをしているトヨタの佐藤さん。この辺りにも交通安全のために一工夫した場所があると。で、沖縄県警さんに過去5年分の物損事故を含む全ての事故データをご提供いただいて、多い地点というのを50カ所ピックアップしてきました。そのナンバーワンがこちらになってまして、なんとここ5年で400件事故が起きている。じゃあ沖縄の中でここが一番事故が多い場所。ダントツで事故が多い場所になってます。下り坂を降りて交通量が多い幹線道路へ合流する道。追突事故が多発していました。で、なぜこういう構造になっているかと言いますと、もともと沖縄って返還前は右側通行だったんですよね。右折フリーレーンだったんですよ。で、それが70年代に左折側に変わって、もともと作ってあったので合流のレーンが取れてないんですよね。元は向こうから来る道だったんですね。そうです。それが返還で左車線に変わって、危ない道になってしまった。これは対策前の写真。交通事故のデータや急ブレーキのデータなどを分析し、両脇にポストコーンを設置しドットラインをつけました。かなり効果は出ておりまして、このポール設置前は5年で400件というのが月当たり 6.7 件事故なんですけれども、これポール設置した後はだいたい 60% ぐらい事故減ってまして、半分以下。他にも沖縄県警と連携し、すでに11カ所の交差点などを改修。先ほど走行した那覇空港近くの道路も滑り止めの舗装により事故が7割減りました。今後さらに10カ所の改善が予定されています。全国でも類を見ない官民連携を警察側はどう捉えているんでしょうか。僕の凝り固まった頭で言うと、なかなか官民連携で警察が一緒になって民間とやるっていうのはすごく珍しいし難しいんじゃないかなって思うんですけど。そうですね。やはりただ交通事故防止に関しましてはやはり地域住民の方なりやっぱり一般の方の協力がどうしても必要だという発想から、やはり警察だけでは事故防止は図れないというところから、やはり産学官の連携が非常に重要だというふうに考えております。
実際にやり始めてみていかがですか？やはり警察が持っている事故発生地点のデータは、警察で共有して、なんとか事故防止を図れないかというところで、長年取り組んできたんですけども、やはり一般車両であったりレンタカーのデータを活用するという点でやはり新たな境地に入らせてもらったと。じゃあこれからも一緒にやっていただけるんですね。はい、よろしくお願いします。可能性を切り開く沖縄ゆいまーるプロジェクト。目指す未来は。秋夫さんも交通事故を減らすんじゃなくて、あくまでも交通事故死傷者ゼロを目指すと言っています。これはみんな共通の思いだと思いますけれども、どんな思いでこの後続けていきますか？ありがとうございます。まずはですね、少しずつこういった小さな成功体験を積み重ねながら徐々に規模を拡大していきたいなというふうに思っております。まずは近いうちに、この沖縄全体のレンタカーに広げさせていただきながら、その後の、全国展開を進めていきたいなというふうに思っております。人生かけてはい、本当にいつかはゼロが達成できるっていう気持ちでやっていきたいなというふうに思ってます。